世界的に活躍している BTS は、デビュー前から長い間、宿舎で共同生活をしていたこともあり、家族のように仲良しで有名です。また、メンバーごとに仲良しエピソードがあり、仲良しコンビごとに愛称もついています。BTS の仲の良さを知っていただけると嬉しいです。BTS 仲良しコンビランキング。関係性やエピソード。独断と偏見になりますが、仲良しコンビをランキング形式にして、それぞれのエピソードを紹介したいと思います。個性豊かなメンバーの組み合わせが、どのような化学反応になるか、どうぞご覧ください。10位、ナムテテ。ナムテテは、RM とテテのコンビで、2人とも名字が、キムのためキム兄弟とも呼ばれています。BTS のリーダーで、IQ148 の天才と呼ばれる RM と4次元と言われる不思議な性格のテテは、一見性格が合わないようにも思われますが、基本は天真爛漫なテテを RM が受け止めてあげるような関係性です。RM のブライブ中に、テテがジミンと一緒に乱入し、RM の作業部屋でピアノを弾き始めたり、構ってほしいとアピールしてきたりとやりたい放題な中、RM はツッコミを入れながらも、テテの相手をしています。こんな二人ですが、4オークロックという曲を共同で作詞作曲しており、早朝に友達を待つ風景を歌っています。酔ったジミンと一緒に公園で話をしたことを題材にテテが作り上げた4オークロックですが、この曲を公開した後、RUN BTS の EP44 の最後に、2人は山に登り、日の出を見るという罰ゲームをしており、この光景と4オークロックの歌詞がなんとなくリンクしている気がして、感慨深い気持ちになります。また、性格診断の MBTI で、2人とも診断結果が ENFJ 広報運動家という共通点もあることから、意外に性格が似ているのかもしれません。9位、ソプ。ソプは、シュガと J-HOPE のコンビです。2人はラップラインで、冷静で大人なシュガととっても明るい J-HOPE という印象ですが、2人が一緒になると、ワイワイ仲良くする関係性となっています。ソプの有名なエピソードとしては、練習生時代に J-HOPE が一人で宿舎で年越しをすることになり、それを心配して、シュガが家族との予定をキャンセルして資金を持っていったという話があります。また、ソプと書かれたジャージを着て2人で制作したソプデビュー曲お疲れソングを発表した過去があります。この曲は J-HOPE がお疲れ様でしたと歌ったところ、シュガがこれは曲が作れそうだと思い、制作に至った曲となっています。ソプはワイワイ楽しいコンビということがこの曲からも感じ取れますね。8位、テギ。テギはテテとシュガのコンビで、天真爛漫なテテと冷静で大人なシュガはまるで孫とおじいちゃんのような関係性となっています。当初は一番意見が合わない関係で全くの接点がない状況でしたが、人気コンテンツボンボヤージュシーズン2のハワイロケで2人が同じチームになったことがきっかけで仲良しになりました。このロケではもし喧嘩をしたら手をつなぐという約束をしており、何度も手をつなぐうちに2人は仲良くなっていきました。ちなみに恋人つなぎです。ボンボヤにハワイのテギタいつも意見が違うのがテヒョンだからとペアで街を回ることになって、もし喧嘩しそうになったら僕たち手をつなぐことにしますのこの場面やばい。手を握られて照れてるテテかわいいし、他メンバーもなんか照れちゃってるのもかわいい。愛すべき G と孫感が最高です。ハワイで少ないお金でテヒョンの好きなもの一緒に食べるユンミさんも良かったし、最後を G おんぶする孫の姿も良き良きやった。何より何かあったら手をつなぐが一番最高。そして空港でつけるって約束して、本当にお揃いネックレスつけてるテギ尊い。テギの代表的エピだけど本当に好き。また、シュガの誕生日にブライブをしていたところ、テテが乱入し、
仲の良い姿をアーミーに見せてくれたこともあります。テテはシュガの誕生日をお祝いして去る際にヒョン、サランヘと言った後、シュガからもサランヘ愛してるという言葉をもらわないと帰らないよと言ってシュガを困らせていました。シュガは困りながらもテテの要求に応えてあげる優しいおじいちゃんのようですね。7位、クサズ。クサズは94年生まれの RM と J-HOPE のコンビとなっており、互いの本名であるナムジュンとホソクから取ったナムソクと呼ばれることもあります。この2人はメンバーの中では練習生時代から見て一番一緒に過ごしてきた仲となっています。また練習生時代に J-HOPE が一度デビューグループの候補から外されてしまい、その際に RM は J-HOPE が必要であることを直接事務所に掛け合ったというエピソードがあります。そのおかげもあり J-HOPE も事務所を辞めることを考え直し、今の BTS メンバーでのデビューが決まりました。他にも2019年1月9日に出演したゴールデンディスクアワードで TWICE のパフォーマンス前にリラックスしてリップバームを塗る RM とステージを真剣に見る J-HOPE のやりとりも話題になりました。この時会場で大量の爆竹が光り、その威力に J-HOPE はびっくりしていたのですが、それとは対照的に何もリアクションをしなかった RM。その後2人は見つめ合った後、なぜか RM から J-HOPE にリップバームを渡し、J-HOPE は当たり前のように自分の唇を保湿したというエピソードがあります。また RM がメンバーの言葉を英語に通訳しようとしてなかなか言葉が出てこなかった時にすぐに J-HOPE が通訳さんに通訳を依頼し RM のサポートをしたこともあります。このようにスキンシップが多いというわけではない2人ですが、互いを信頼し助け合うような関係となっています。6位、ホプミン。ホプミンは J-HOPE とジミンのコンビで BTS ではダンスを引っ張っている明るい2人組となっています。2人は練習生時代からも含め宿舎の共同生活ではずっとルームメイトで、それぞれのベッドの真向かいにはお互いのプレミアムフォトを飾っており、目覚めた時にすぐに目に入るようになっていました。またある日なかなか帰ってこない J-HOPE にジミンが Twitter で J-HOPE いつ帰ってくるんだと投稿し、 J-HOPE からは今実家にいると返信をし、仲睦まじい様子をアーミーに見せたこともあります。宿舎生活でメンバーそれぞれが個室を持てるようになった時にも、ホプミンは2人でルームメイトでいることを選択しました。他にも J-HOPE がメンバーの中で同一の DNA を持っていると感じる人はという質問にジミンを選び、私たちはどちらも問題を抱えるタイプなので、これらの考えを互いに共有し、解決策を見つけたいと思っていると答えています。このようにずっとルームメイトでいられる安定した関係性がホプミンの特徴です。5位、シン。シンはシュガとジンのコンビで BTS の最年長と次男の年上組となっています。この2人も宿舎時代にルームメイトだったことがありますが、物静かなシュガと普段は親父ギャグを言っていても、オフの時は静かなジンなので、あまり会話をせずに過ごしていたようです。現在はルームメイトを解消しておりますが、お互いに永遠のルームメイトと公言しているくらい、2人でいることが心地よいんだと思います。お互いの考えていることは分かっているようで、アーミーからは熟年夫婦のような関係と言われているのも、その2人の自然体な空気感からなのでしょう。オフシーズンにわざわざ2人で釣りに行っていた様子が公式ツイッターで投稿され、アーミーからは休みの日まで一緒にいるなんてどこまで仲良しなのと言われておりました。2017年の BTS フェスタで行われた BTS ホームパーティーでは、シュガのソロ曲 Never Mind とジンのソロ曲 Awake を交換して歌いました。
落ち着きつつお互いをリスペクトしている関係となっていますね。4位、グクジン。グクジンはジョングクとジンのコンビで BTS の中で最も年の差がありながらもどちらが年上なのかわからないと言われるほどの仲です。韓国では年齢を重んじた礼儀作法があるため、たとえグループ内であったとしても年上メンバーには敬語を使うことが当然とされています。しかしジョングクとジンはお互いに打ち解けており、まるで小学生同士のような関係性となっていることから改めて仲の良さを感じます。そんなジョングクとジンには2人だけの特別なハンドシェイクがあります。手のタッチだけでなく首を叩き合ったり蹴り合うなど、なんとも独特な挨拶となっており、暇さえあれば2人でやっているようです。またジンが自撮りしている際に他のメンバーが邪魔をしに行くことは定番の流れとなっているのですが、 BTS の公式 Twitter に上半身裸と思われるジョングクがジンに抱きついて邪魔をしている写真が投稿されたこともあります。15歳でプサンからソウルへ一人で上京してきたジョングクが練習生時代にホームシックになってしまいプサンへ帰ろうとしたことがあった時に、ジンがジョングクを支えて元気づけていました。ジンは自分の家族をジョングクに紹介したり、一緒にソウルの街に出かけたり、ジョングクが寂しい思いをしないように気にかけていたそうです。3位、グクミン。グクミンはジョングクとジミンのコンビで2人ともプサン出身です。このコンビは特にジミンがジョングクに甘く優しいお兄ちゃんのような姿を見せています。ジミンと J-HOPE は以前宿舎でルームメイトでしたが、ジョングクはその部屋へ入り浸り、自分のベッドを荷物を気にしてジミンのベッドで寝ることがあったそうです。ただ弟思いのジミンは何も言わずにソファーや床で寝ていました。ジミンはたびたびジョングクにポッポキスをすることをお願いしていますが、まだ実現していないようです。他にも2017年に2人でプライベート旅行として東京を訪れており、その様子は公式の YouTube から見ることができます。こちらの動画は撮影者がジョングクで東京でショッピングをしたりディズニーランドを満喫しているジミンの姿から改めて2人の仲の良さが伝わってきますね。また2020年6月13日にデビュー7周年を迎えた際に開いたパーティーでジョングクがジミンに謝りたいことがあると過去の喧嘩の話をしたことがあります。喧嘩をした際にジミンが怒って練習室を出て行ってしまったのですが、その後ジョングクがジミンに泣きながら電話をかけ、雨の中ジミンはジョングクが来るのを待ち続けたそうです。そして再会した際には抱き合って仲直りをしたという青春エピソードを話していました。2位、クオズ。クオズは95年生まれのテテとジミンのコンビで同じソウル韓国芸術高等学校の同級生でもあります。2人の初めての出会いはメンバーの中で最後に事務所に入所したジミンが初めて宿舎に入った時のことで、宿舎のドアを開けるとそこには赤いパンツ一丁で赤いキャップをかぶったテテがいたらしいです。強烈な出会いをした2人ですが、高校へ後から入ってきたジミンのことをテテが気遣い、自分の友達にジミンと仲良くするよう言っていたというテテの優しい一面が見えるエピソードもあります。また2人の一番有名なエピソードとしてマンドゥ事件というものがあります。この事件は練習が終わってから餃子を食べたい派のジミンとお腹が空いているから餃子を食べてから練習したい派のテテが4時間喧嘩をしたというなんとも可愛らしいエピソードです。また2人の曲であるフレンズの歌詞には餃子事件はコメディ映画という文言が入っています。他にも悪夢を見たテテが一緒に寝ようとジミンの部屋に行った際、寝ぼけたジミンがテテを追い返してしまい、その後罪悪感でジミンからテテにドリームキャッチャーをプレゼントしたというエピソードがあります。こちらについても
フレンズの歌詞に入っているので注目してみてください。ちなみに、その後、テテはジミンからもらったドリームキャッチャーを握りしめながら寝ていたそうです。喧嘩をしながらも、お互いのことを気遣い合える2人ですが、2人でいたずらをして笑い合っていたりもします。1位、グクテテ。グクテテは、ジョングクとテテのコンビで、2人は映画評論サイト TC キャンドルが主催している世界で最もハンサムな顔100人で、ジョングクは2019年、テテは2017年にそれぞれ1位を獲得しているビジュアル最強コンビとなっています。そんな2人は BTS の中で最年少組でもあり、兄弟のように仲のいい関係です。もともと2人が初めて出会ったのは練習生時代で、ジョングクは2011年6月に、テテは約3ヶ月後の2011年9月に所属事務所に入所し出会いました。特に練習生時代のジョングクはとても人見知りな性格で、宿舎では年上の先輩たちの前で着替えができないほど打ち解けていなかったようですが、フレンドリーなテテが入所してからは年齢も近いということもあり、ジョングクに対して積極的に話しかけていたようです。その後、ジョングクはあるインタビューで、自分が最初に心を開いたのがテテと語っており、テテのおかげで現在のジョングクが他のメンバーと楽しく過ごせているんだなと思います。人見知りなジョングクを気にかけていたテテの関係性ですが、2018年ママズ賞式では反対にジョングクがテテを気にかける姿が見られています。この授賞式では BTS がアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞しており、受賞コメントの際にジンが2018年の初めにグループを解散するかメンバーで悩んでいたことを話すと、テテがその時のことを思い出してか号泣してしまいました。そんなテテを気にかけて、ジョングクはテテを抱き寄せており、以前とは違う頼もしい姿をアーミーに見せてくれました。グクテテには2人だけの挨拶ダンスもあります。この挨拶ダンスは最初は手遊びだけだったようですが、これがだんだんと進化して今ではダンスになりました。他にも人気コンビが存在。今回惜しくもランキングに入りませんでしたが、 BTS はみんなそれぞれ仲が良く、他のコンビにも相性がついています。テテとジンのテテジンは喧嘩するほど仲が良いコンビで、 YouTube にて公開されている BTS バーンザステージのエピソード4に収録されているダンスの位置に関するガチの喧嘩は有名なエピソードです。ガチ喧嘩をした2人ですが、その後メンバー全員で話し合い、無事に仲直りをしています。またBTS の EP128 では、だるまさんが転んだの途中で、テテがジンにキスをするというシーンがあり、ガチの喧嘩をしても仲良しな2人を見ることができました。他にも、2017年末に放送された KBS 歌謡祭で司会を務めていたジンが、最後に一言言わせてくださいと言って、テテの誕生日のお祝いコメントをしております。ジミンと RM のミニモニは、リーダーとして RM を頼って尊敬しつつも、落ち着きのない RM を小さな子のように時々諭すジミンというコンビです。RM とジンのナムジンは BTS の中ではダンスが苦手なコンビで、ジンはラップモンスターは永遠のダンスのライバルと言っており、他のメンバーがダンスの先生の横にくっついているとき、僕とラップモンスターは鏡の隅っこの方で2人で一生懸命復習していると話しています。ラプモンにとってのジンとの一番の思い出が、練習生時代にダンスが未熟だと叱られ続け、雪の降る帰り道に屋台で2人プデチゲを食べながら泣いたことであるのがドラマティックだし、苦しいはずのこの瞬間が世界一美味しかったプデチゲとして記憶されていることに泣く。ジミンとシュガのシュチムでは、ジミンがシュガにピアノを作ってあげています。また、シュガとジョングクのヤンコチ兄弟は、2人ともヤンコチ、羊肉が好きで、シュガはいつもジョングクにヤンコチをおごってあげるそうです。このように、
ランキングに入らなかったコンビもそれぞれ違った味の中の良さが見られます。まとめ。今回はランキング形式で一部のコンビについて紹介しましたが、BTS は全員が家族のように仲が良く、惜しくもランクインしなかった他のコンビもとても仲良しで、アーミーを楽しませてくれます。ぜひ、コンビという観点でも BTS に興味を持っていただけたら嬉しいです。